こからのお時間はセッション11、フィリピンの最新コロナ状況と台風被害です。それではお願いいたします。はい。こんにちは。Hi everyone! 皆さん、はじめまして。私たちは大阪ユネスコ協会青年部日本経済大学1年生でフィリピン出身のアラウス・レンズです。レオニダ・ランザルです。本日のコーディネーター、進行を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いします。今日私たちはフィリピンでのコロナの状態と去年12月の台風被害に関してお伝えします。それでは、まずフィリピンはどんな国でしょうか？どこにあるでしょうか？それぞれをレオニダさんに発表してもらいます。どうぞよろしくお願いします。はい。まず、フィリピンはどこでしょうか？フィリピンはアジアの東南部に位置しています。飛行機で日本から、4時間ぐらいかかります。約7600の島があり、主にルゾン、ビサヤ、ミンダナオという3つの大きい島に分類されています。首都はマニラで、ルゾンの真ん中にあります。次はフィリピンの言語です。フィリピンの公用語は2つあります。英語とフィリピン語です。それ以外に120、175の言語があります。フィリピンは様々な国に植民地化されていたので、その国々の言語のいくつか、特にスペイン語などは現在まで使われています。はい、次は、フィリピンの人口です。はい。フィリピンの提携庁によりますと、2022年2月9日時点で約1125万人と発表されました。地域区別人口では17の行政区域のうち、フィリピンのマニラ首都圏の人口は2番目だそうです。はい。次はフィリピンの宗教です。フィリピンの統計庁が実施した2015年の国勢調査によりますと、フィリピンの人口の中で81%がカトリック、9%がクリスチャン、6%がイスラム、その残りの約4%は宗教所属を報告していないか、どのグループにも属していないそうです。はい。最後に海外でのフィリピンの労働者です。はい。フィリピンの人口の約11%が海外で働いており、その多くは家政婦と看護師という、仕事が多いです。グラフを見ると、コロナの影響で2020年から2021年まで2160万人の2019年から50、60%ぐらい減少されたということがわかります。現在のフィリピンのコロナの状況を本日のゲストの方に詳しく説明していただきます。私の発表はここまでになります。フィリピンの紹介ありがとうございました。最後にコロナの影響で海外で働いている労働者が出てきましたという話に関して伺いましたね。はい。はい。それでは、Mr. Nilo さん、can you hear us? Hi, yes, loud and clear. Hi, good afternoon. So, I would like to introduce our first guest for today. He is Michael James Miller, currently studying at Malayan Colleges, Laguna, Philippines, major in BS Computer Science. Today, we'll talk about everything there is to know about the Philippines' current situation on the coronavirus. Thanks for joining us, Mr. Miller. はい。最初のゲストの方を紹介したいと思います。彼はニロと言います。現在、マラヤンカレッジラグナというフィリピンの大学でコンピューターサイエンスを勉強しています。コロナウイルスに関するフィリピンの現状についてお聞きしたいと思います。ニルさん、今日参加してくれてありがとうございます。Mr. Nilo, can you tell us a brief information about the Philippines' current situation on coronavirus?
はい、今、コロナウイルスに関するフィリピンの状況について教えてもらえますか？ Yeah, currently around 60 billion people has already been vaccinated, and there are vaccination drives for children, booster shots, and other unvaccinated people are ongoing. For communities with high vehicle to person ratio, such as Manila and Cavite, there has been drive-through vaccination facilities which made vaccine administration very fast and efficient. And yeah, thanks to the vaccine, the economy has been recovering slowly, but infected cases often go up and down because of super spreader events such as Christmas and the upcoming national elections in May. So, despite our nation recovering, there are still happenings that we could not forget um, because of the lockdown. I remember with limited resources and almost no access to the transportation, many of our fellow Filipinos found it hard to get groceries and other food items. There have been efforts to provide relief packs in cities, but not all are constantly given. And such as our place that only had one relief pack sent in the span of 5 months. So yeah, that's hard. And till now, although the economy opens little by little, um, secluded and other poor areas in the country still need the support and resources to get by. And yeah, to sum it up, though the situation has been manageable and hospitals on local areas, our country would need as much help as it can get so its economy can recover faster. 公式データによると、6000万人以上の人々がすでにコロナワクチンの紹介投与を起きています。未成年者の予防者接種も開始されたので、より多くのフィリピン人が分単位で予防接種を受ける予定です。パンデミックが起こり、政府によってロックダウンが実行されました。交通機関が麻痺し、検問所が厳重に警備され、必要不可欠な労働者しか外に出られることは許されないので、食料品や日用品を買うのが非常に困難でした。ニロさんの町では、ロックダウンの約1年以上の間に、救援物資は1回だけしか配布されませんでした。一方、人口の多く、近隣都市では定期的に救援物資が配布されています。ワクチンが国に入り、パンデミックは収まりつつあったので、政府はフィリピン経済を再開し、レストランなどのお店を部分的に開くことを決定しました。ワクチンが感染率の低下に本当に役立ったので、国は経済活動再開に少し自信を得ました。ワクチンの抗体の低下が分かったので、ブースターショットの展開が始まっています。ドライブスルーワクチン接種は、国の一部地域で実施されていますが、誰も車を持っているわけではないので、ほとんどの予防接種場では一般の人々がアクセスしやすいウォークイン接種を提供しています。しかし、12月から1月にかけて休日は家族や友人が集まったので、国の感染率が劇的に上昇しました。はい。現在、国は感染者数を減らすことに素晴らしい成果を収めてきましたが、選挙活動や Live na kami. Live na. 活動や外出することが他者との濃厚接触の促す可能性があり、大規模な主会イベントの脅威はまだあります。なるほど。政府は非常に厳しくなったそうですね。授業や学生の状況などはどうでしょうかね、レンズさん。そうですね。どうですかね。Mr. Nilo, since we are also students here in Japan, we would also like to know more about the students' current situation there in the Philippines. Because here in Japan, most of
our subjects are taken online, but the special subjects like Japanese language class, homeroom are taken at the school. How about there in the Philippines? はい。フィリピンの学校と学生の状況は今どうですか？ Yeah. Online classes in the Philippines are taking a toll on students' mental health and actual learning output. The digital divide worsened the situation for students who do not have an internet connection or access to smart devices such as laptops and tablets. And students who are very far from the cities, such as those who are living in mountains and secluded islands, have difficulty in being reached out by the teachers because their learning modules are needed to be delivered personally. The students' mental health also has been extremely challenged because we often feel alone in doing our schoolwork. We can't talk to anybody, and most of our parents or most Filipino parents cannot help their children on their studies because most of them are academically incapable to do so. So even though vaccines would make face-to-face classes possible in the future, um, poor Filipinos who do not have devices or internet still needs these gadgets to catch up on what they have missed. Yeah, that's it, I guess. はい。オンラインでの授業は生徒のメンタルヘルスと実際の学習成果に大きな打撃を与えています。デジタル、デジタル格差はインターネットに接続できない、またはコンピュータやタブレットなどのスマートデバイスにアクセスできない学生の状況を悪化させています。都市から避難所に離れた山山間部や離島に住んでいる学生は、インターネット環境を個人的に準備する必要があるため、教師による指導を受けにくいです。国全体的の学学力は非常に低いため、ほとんどの親は子供たちが何を勉強しているかわからないので、自分の子供たちの勉強を手伝うこともできません。はい。一年間以上ずっとオンライン授業をやって、それは長いですね。大変ですね。I guess it's not just the students, but the teachers also face a lot of problems, especially when it comes to using computer. Like, for example, my mother is currently an elementary teacher in the Philippines, and I'm always the one she calls once her computer hangs. すごいなんさ、日本にいるけど、家族が困ったらすぐ助けてあげていますね。ポストコロナのユネスコ活動としてコンピュータリテラシーを教えばいいですね。On the other hand, we wanted to go meet our families and friends for a very long time. If you were to go back in the Philippines, what are the requirements needed to be able to enter the Philippines for Filipino residents and foreigners who wanted to travel there in the Philippines? はい。もしフィリピンに行こうとしたら、条件や必要なものはどんなものですか？ Yeah, actually, the country's Bureau of Immigration has set some guidelines recently that allow visitors, including Japan, to visit the country without a visa for 30 days. Actually, last Thursday, the Bureau of Immigration reminded visa-free visitors to still observe some restrictions, requirements, and safety measures before going to the country. So some of them is number one, the visitor must be fully vaccinated with proof. Number two, their visitor must present a negative PCR test 2 days prior to their departure from their country of origin. Number three, there should be a passport valid for at least 6 months. And lastly, the visitor must have a COVID-19 health insurance that covers around 4 million Japanese yen, which is valid during the entire stay in the country. うん。はい。フィリピンに行こうとしたら、今までいろんな条件や必要なものがたくさんあります。それには次の項目が含まれています。第一、訪問者は
完全にワクチン接種を受けている必要があります。2、訪問者はワクチン接種の証明を提示する必要があります。また、出発する国から出発する48時間前にネガティブコロナ検査を提示しなければならないです。はい。COVID-19 really had an impact to each and every one of us, financially and emotionally. Thank you, Mr. Nilo. はい。ニロさん、その非常に有益な話をありがとうございました。その上、去年の12月16日、フィリピンにスーパー台風があったと聞きました。レンズさん、次のゲストの方の紹介をお願いします。Up next, we have Mr. Daisuke Habo, currently studying at Adventist University of the Philippines, major in Bachelor of Science in Information and Technology. Our next topic will be about the Super Typhoon Rai, also known as Bagyong Odette in the Philippines. Thank you for joining us, Mr. Daisuke. No problem. はい。次のゲストの方は大輔さんです。現在、フィリピンのアドベンティスト大学でコンピューターサイエンスを勉強しています。次のトピックは、フィリピンでオデットと呼ばれるスーパー台風についてお聞きしたいと思います。大輔さん、今日参加してくれてありがとうございます。Mr. Daisuke, can you hear us? Yes, I can hear you loud and clear. So there are a lot of things that are happening in the Philippines amid the pandemic. For example, the eruption of Taal volcano, which is still active right now, if I'm not mistaken. And we also heard that there was a super typhoon that landed there last year in the month of December. Can you tell us more about this super typhoon, Rai? はい。パンデミックの中でフィリピンでは多くの災害が起こっています。例えば、火山の噴火や去年12月に上陸したスーパー台風もあったそうです。そのスーパー台風について詳しく教えてもらえませんか？ Yeah, a lot has been going on in the Philippines indeed. Disasters one after another, the typhoon, the eruption of Taal, and then the pandemic. So yeah, Super Typhoon Rai, or locally known as Odette, made its first landfall in the central southern Philippines on the afternoon of December 16, 2021. 11 regions of the Philippines, specifically in Visayas and Mindanao Islands, were affected by the super typhoon. And this typhoon has left 2 days after its initial landfall, but the damages it has done stayed for several weeks. And up until now, the citizens are still in need of assistance, those in the affected areas, of course. はい。2021年12月16日の午後にフィリピン南部に上陸したスーパー台風オデットの被害についてお伝えします。この台風はフィリピンの11の地域、特にビサヤ諸島とミンダナオ島に集中豪雨、強風、土砂崩れ、洪水、高潮ももたされました。台風は最初の上陸から2日後に発生しましたが、被害は数週間続き、これまで被災地の市民は支援の必要としました。And Mr. Daisuke-san, how many people were affected by the super typhoon? それに、どのぐらいの被害者がありましたか？ As for the people affected, it's over 10 million people, or 3 million families, are in need of assistance. And 2 million of those families' home were damaged or destroyed. And then roads were filled with branches, garbage, and places from the buildings. Affected areas experienced power outages, low water supply, and broken communication. Mind you, this goes on for like a couple of weeks, 2 weeks. Agricultural lands were devastated. Many people still lived in damaged shelters and with very little access to basic needs like food, water, shelter, and clothing since they're spoiled. As for the overall cost of damage,
done in the affected areas, including the house, the infrastructures, agricultural lands. It's about 45 billion pesos. It's based on my research on NDRMC's official website. It's not just the materialistic things that has been damaged, but also the people's will to live. Because due to the disasters that has been going on in the Philippines, one after another. So yeah. はい、200万個のお角が損傷または破壊され、道路は枝、ゴミ、建物の破片で埋め尽くされました。被災地では停電、給水不足、通信回線の切断が発生しました。農地は破壊的な被害を受けました。1000万人以上の人々、または300万世帯が支援が必要としています。多くの人々は今でも被害を受けた避難所に住んでおり、食料、水、避難所、衣服などの基本的なニーズにほとんどアクセスしない被害を受けた避難所に住んでいます。全体として被害の総要費は450億ペソを超えています。台風で被害を受けたので、物質的なものだけではなく、人々の生きる意欲も奪いました。I heard from Miss Lily that one of her relatives lived where the super typhoon made its landfall. What was their experience during the super typhoon? そうですね。like what Mr. Daisuke said, there were no electricity. So we didn't have the chance to contact each other during the typhoon. で、停電になっていたから、ほとんど連絡取れなかったんですが、その台風が終わった後、家族から、その屋根の家からなんか屋根の家から外してしまったそうですよ。We also watch a lot of news and videos from social media about the situation of the victims by the typhoon. 今、コロナ禍で起きて、被害者にとって大変だと思いますね。そうですね。How about the government? What kind of efforts did the government make in order to help the victims of the super typhoon? はい、フィリピンの政府はどのような対応がありましたか？ Well, with the government's experience from previous super typhoons like Yolanda, they were able to prepare themselves. They were able to maximize the safeguard of the citizens and the infrastructure with the use of improved and early warning systems. Few days before the initial landfall, the government was able to warn people and advance and do a preemptive evacuation, which has saved around 800,000 people. Over 800,000 people, actually. But even with the response of the government, the needs of the people are still more than they can afford. So, because people needed temporary homes after the typhoon has brought down, and then so the government was provided around 2 million pesos. Oh no, $2 million actually by the Asian Development Bank to use as an emergency response funds. These funds will be used to provide humanitarian assistance to 15,000 households or 75,000 people in Visayas and Mindanao. As the disaster occurs, while we're still in the coronavirus pandemic, about 4,000 vaccines were spoiled, but luckily and thankfully, donations came and those vaccines were immediately replaced by the government. The current condition of the affected areas are slowly looking up. The moment the typhoon has left the area of responsibility, hope, and efforts to make the situation better rises. Yeah. フィリピン政府はスーパー台風に関する各校の経験を生かして、早期警報システムの改善を通じて、市民とインフラの安全を最大限に引き出しました。最初の上陸の数日前に政府は
事前に人々に警告し、80万人以上救った聖戦避難を行ったことができました。政府の対応は国民のニーズを超えるものではありませんでした。人々は家が再建されるを待つ間、一時的に安全な避難所を必要としていました。政府は緊急対応基金として使用するために、アジア開発銀行から200万ドルを提供されました。これらの資金は1万5000世帯、またはビサヤとミンダナオの約7万5000人に振動支援と提供するために使用されます。コロナウイルスの大流行が続いている間に災害が発生したため、安全上の懸念から被災地の約4000個ワクチン廃棄されました。寄せられた寄付のおかげで政府は残ったワクチンを置き換えることができました。被災地の現状はゆっくり立ち直っています。台風が去っていき、状況を改善するための動力と今後の希望を持っています。That was a very tragic event. Condolences goes to the families that lost their loved ones during the super typhoon. We can't even imagine how difficult it is. Especially it all happened amid pandemic. Thank you, Mr. Daisuke. それははい、ありがとうございます。それは悲しい出来事でした。スーパー台風で愛する人を亡くしたご家族に哀悼の意を表します。特に、パンデミックの最中に起こったことがどれほど難しいか想像さえできません。ありがとうございました。フィリピンのコロナの現状の状況と台風についての発表はそこまでになります。大好きさん、ニロさん、ありがとうございました。はい。最後に、私たちはユネスコのメンバーとして、ポストコロナユネスコ活動をレンズさんと考えようかなと思いますが、レンズさんは特にやりたいイベントとか計画はありますか？そうですね。さっきニーロさんもおっしゃったと思いますが、私はメンタルケアのために何かしたらいいんじゃないかなと思っています。例えば、日本の交流会をやって、オリゲミ、日本のゲームを子供たちに教えることです。それに子供と先生たちにコンピューターの使い方、特に、ワードとか、パワーポイントとか、エクセルを教えたら、将来までに役立つと考えています。はい、そうですね。日本でも最近メンタルヘルスのために無料で相談できるような計画もありますね。すごいたくさんの提案を伺いましたね。私も特に子供たちのための計画を考えています。今、大学で子供食堂というプロジェクトがあり、それをフィリピンで日本の交流会をやって、日本の料理を提供するだけではなく、おにぎりの作り方を、子供と主婦に教えたらいいんじゃないかなと思います。なぜおにぎりかというと、それは健康的なおやつだし、材料もあまり費用がかからないのでいいと思います。私たちの発表はここまでになります。皆さん、いつも前向きでコロナに負けず一緒に頑張りましょう。最後までありがとうございました。皆さんありがとうございました。